放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第64話、冒険者ギルドでの苦険な依頼。昼下がり、傾く始めた陽光の中で、ユーマたちは町の中央大通りに面した建物の前に立っていた。ガルドレア冒険者ギルド。大理石風の外壁は長年の風雨に削られ、中央に据えられた巨大な木製扉だけが今も変わらぬ威圧感を放っている。鉄製の装飾が鈍く光、内側からは怒号と笑い声が入り混ざって漏れてきた。戦時したということもあり、鳩の出入りは普段以上に激しい。入り口にはすでに長い列ができ、鎧姿の冒険者や包帯を巻いたものまで混ざっていた。不和を持った寄り込んでるにゃ。イーナが声を潜めた。街は平穏そうに見えても、中身は完全に非常時ね。セレスは掲示板の方へ視線を送ったまま言った。緊急依頼が増えるほど、冒険者の数も増える。それに比例して、生存率は下がる。太郎、ユーマが苦笑しながら言葉をついた。ざっくり2割よ。セレスはさらりと答えた。聞きたくなかったな。ユーマは肩をすくめ、二人を促して中へ入った。ギルドの中は、煙と皮と鉄の匂いが混ざり合った大広間だった。壁一面に依頼書がびっちり貼られ、各所テーブルでは剣を磨くもの、地図を広げるもの、酒を煽るものが入り乱れている。天井の梁につられたカニマ道具が空気を浄化しているらしいが、それでもネットと喧騒は収まらない。ほら、見て、イーナが掲示板を指さした。これ、サップ酒場で聞いた話と同じにゃ。そこに大きく書かれていたのは、箱を魔物による輸送路遮断、護送隊、全滅。セレスが髪の端をつまみ、目を細めた。言葉を濁してないわね。相当ひどい状況よ。ユーマは無言で依頼書を剥がし取り、ざっと目を通した。補給路の要衝が複数壊滅。県員は谷間に以上発生した不幸魔物の調査、もしくは討伐を要請。状況は想像以上に悪いな。ユーマは眉を細め、二人を振り返った。このままだと前線だけじゃ済まない。この町自体が干上がるぞ。背後から足音が近づいてきた。振り向くと、薄い鎧にギルドの紋章入りマントを羽織った男が立っていた。30代半ば、目つき鋭く、どこか戦場帰りの兵士のような雰囲気だ。その依頼、受けるとか。ユーマは少し考え、口を開いた。まだ決めてない。でも、詳しい話を聞きたい。男は小さくうなずき、机の上に分厚い資料を広げた。地図には赤い印がいくつも打たれ、補給路が点線で示されている。箱を魔物の数が異常だ。県員はこのグリフタに、ここに巨大な巣があると見て間違いない。グリフタに、イーナが耳をぷくりと伏せた。風の墓場って呼ばれてる場所にゃ。谷の地形が複雑で、空からの襲撃を避けにくい。護送隊が全滅したのも無理はない状況だ。男は声を落とした。このままじゃ補給路が完全に断たれる。前線はもちろんだが、この町も長くは持たない。各地のギルドで人員を集めてるが志願者は少ない。箱を魔物に強い冒険者はそうそういないものね。セレスが腕を組んだ。魔族の動きは、ユーマが尋ねる。男は一瞬ためらい、さらに声を細めた。噂レベルだが、魔王軍は竜にまで手を出しているらしい。空気が一瞬凍りついた。ヒュー。イーナが小さく息を飲む。実験船みたいなものらしい。どちらが勝つかはわからんが確かなのは、あの連中が竜の力すら取り込もうとしていることだ。最悪ね。セレスが眉を細める。竜と魔王軍、それ、もはや自然災害と人災が合体したようなものじゃない。確率で言えば、世
した。どうする？男が問いかける。セレスが横目でユーマを一別し、いつもの薄い笑みを浮かべた。危険が高いほど深くて要素も増える。それが冒険の醍醐味ってやつかしら。ユーマが苦笑交じりに返す。また何か確率でも出してくれるのか。セレスは小さく首を振り、計算するまでもないという仕草で片手を軽く振った。出すまでもないわ。あなたは結局行くんでしょう。私の計算ではその確率は 100% よ。セレスはわざとらしく肩をすくめ、細い指で髪をくるりと巻くつけた。イーナは不安げにユーマを見上げる。でも今回は本当に危険にゃ。大規模な護送隊が全滅するなんて聞いたことないにゃ。わかってる。ユーマは二人をまっすぐ見つめた。でも放っておけない。ここが崩れたら俺たちの旅も続けられなくなる。それにたくさんの人が死ぬ。セレスはその横顔をじっと見つめ、思わず小さくつぶやいた。そういうところ本当に厄介ね。ごく小さな声で。しかし確かにとぼけれる理由が増えるじゃない。ユーマが振り向いた時にはセレスはもう地図に視線を落とし、指先で赤い印をなぞっていた。さっきの言葉など最初からなかったかのように、イーナは一拍遅れて意味を理解し、耳まで真っ赤になる。何か言いかけて結局ごまかすように小さく咳払いをした。一瞬テーブルに微妙な沈黙が落ちた。男は静かに口を開いた。受けるのか受けないのか決めるのはあんたたちだ。ユーマは深呼吸を一つ置き、静かにうなずいた。わかった。俺たちがやるよ。その声は酒場のざわめきに紛れそうだったが、迷いのかけらもなかった。決まりね。セレスは肩の力を抜き、軽く笑ってテーブルに肘をついた。じゃあ次の宿題は不幸魔物のすね。いいじゃない。道の変数は嫌いじゃないわ。本当にもう。イーナは呆れたように言いながらも耳をくくりと立て、尻尾を軽く振ってうなずいた。私も覚悟を決めるにゃ。ギルドを出ると夕日が街全体を赤く染めていた。遠くの山脈に低く垂れ込めた雲はまるで巨大な翼が地上に影を落としているようだった。セレスはその空を見上げ、ぽつりとつぶやいた。飛ぶ者たちって自由に見えて案外逃げ場のない場所に閉じ込められてるのかもしれないわね。どういう意味だ？ユーマが尋ねる。セレスは皮肉めいた笑みを浮かべ、ユーマをちらりと見て答えた。自由って高さじゃなくて選択肢の数だってことよ。まああなたと一緒なら檻の中でも退屈しなさそうだけど、その言葉にフィーナがちらりとセレスを横目で見る。唇をかすかに噛み、視線を少しそらした。夕闇が三人を優しく包み込み、次なる冒険への長い影を地面に引いていった。輸送路沿いの道はもはや道と呼べる状態じゃなかった。ひび割れた石畳の上にニウマ車の破片が散乱している。焦げついた木箱、ちぎれたロープ、かつてここに護送隊がいたことを無言で物語っていた。馬蹄の音を控えめにしながら三人はゆっくりと進んだ。まるで戦場の跡みたいにゃ。イーナがと息混じりにつぶやいた。彼女のくす先が焦げた革袋を蹴ると、中から乾いた穀物がパラパラとこぼれ落ちる。戦場よりもひどいな。ユーマは前を見据えたまま答えた。不幸魔物の仕業。襲った奴らは略奪じゃなくて狩りをしてる。完全に獲物扱いだ。この破壊力は波じゃない。セレスは崩れたニウマ車の残骸に近づき、そっと指先でススをすくい上げた。黒い粉が風に散り、雪のように散っていく。高度と速度、それにこの炎の痕跡。生き物というより兵器ね。空から降ってきた災害そのものよ。さらっと壊
にすれば答えは簡単。だからこそ嫌になるわね。イーナが振り返った。ほんと計算好きだにゃ。好きと信頼は別よ。セレスは淡々と返したが、いつもの軽さが少し欠けていた。計算しても結果は冷たいもの。数字だけは嘘をつかないから。ユーマはその横顔を見て声を少し和らげた。大丈夫だ。俺たちは同じ目には合わない。セレスはかすかに笑い、髪をかき上げて空を見上げた。合わないって信じるのは自由よ。もちろん私も信じるわ。風が3人を優しくなで、遠くの谷間からかすかな翼の音が聞こえた気がした。続く。次回第65話、早すぎるセレスの魔力消費。